As you may already know, Japan is a country that has a lot of sexual service since many women and girls don't hesitate to work in the industry. But those sexual services used to be only for men, specifically for able-bodied men. And recently, we see more and more business providing sexual service for disabled people, like people in wheelchair, for example. So today, let's talk to those people engaged in that type of business and find out why they choose to work in that.なんか興味があっても、そういう性について自分の気持ちを言う機会が今までなかった方たちってすごい多くって、自分はもうずっと性風俗の業界にいたので、これ始めた時に、こんなにもタブー視されてるもんなのってすごいびっくりしたところがあって、うちの子には性的なことを教えたくないっていう親御さんもいらっしゃったり、支援者さんがこの方には性は必要ないですっておっしゃったりとか、避けて通るものみたいな感じで扱われることが多くて、エッチなことには興味を持ったらいけませんみたいに、もうダメなことなんだっていう認識で大人になって、でもやっぱり成長するにつれ、ご自身のお気持ちの中でやっぱり興味があったりとか、お体が反応することもありますし、その性から遠ざけたいっていうお気持ちも、守りたいからこその、とてつもない大きな愛情から出るものやねやろうなとは思ってるんですけど、でも、その性に関わってはいけないっていうのは、親御さんの目線なので、この方がどう思ってらっしゃるかっていうのを、自分のしたいことと向き合ってもらう時間が必要やなって思うんですよね。ほんまはどうしたいと思ってるっていう。で、こちらでできることだったらお答えしたいなと思いますし、私、祖母の介護をしてた時があって、その介護の経験の中から福祉の世界のお仕事ってすごいなと思って、学校に行ったんですよね。その介護職の資格を取るための学校に行った時に、知的障害の方が暮らしていらっしゃるグループホームに見学に行くことになって、でそこにいらっしゃった方が、何も楽しくないっておっしゃる。いろんな余暇を支援者さんが提供しても、全然楽しいとか、生きる喜びがなくってみたいな、そんなお話をお伺いしたときに、もう自分はそういう世界にいてたので、そういう性のことが当たり前だったので、なんで女の子と楽しいことすればいいんじゃないのみたいな。でも、ちゃんと調べてみたら、障害のある人に対してのそういう性のケアとかサービスが全然行き届いてないやんっていうのに気づいて、これはちゃんと本気でやらなあかんなって、風俗嬢ですって言って顔を出すのにちょっと勇気がいりましたけど、でももうやってみたら本当にやってよかったなって思うことがいっぱいで、いろんな価値観とかご意見と触れる中で、自分もなんかすごいブラッシュアップさせてもらってるなってめっちゃ感じるんですよね。そうですね。サービスは本当に普通の男性にするサービスと一緒で、もちろん洋服も脱ぎますし、動けないお客様でしたらもう私の方からリードしてっていう感じになりますね。周りに結構そういう障害のある人がいて当たり前っていう中で生活してきたので、知的障害のおばですら、やっぱり異性に興味を持って恋をしたりとかしてるのを見てるので、障害者だからって性欲がないわけじゃないし、って思った時に、なんかそういうボランティアみたいのでやってるところがあったんですけども、なんかもうそこはただ射精させてあげる。女性は脱がないし、手袋をして、ただやってあげてるっていう動画があった時に、いや、これじゃあ、虚しすぎるでしょうと思って、いくら自分でできないとはいえ、なんか服を着た女性に、はいはいってやってもらうのは、私だったら、それだったら自分も脱ぐみたいな、二人で楽しみたいって思ったので。どういう動機で、この仕事を始める方がいらっしゃるんですか？大きく分けてね、3ついるんですけど、介護職、福祉職をやっていて、こういうセクシャリティの問題を目の当たりにしたことでやってみたい、この業務に就きたいっていうことを、あともう一つが、普通の風俗店をやっていた子が、やってることに意味を持てなくって、この仕事にやる意味を持ちたくってっていう子が一定数いて、出演してくれた、今、リサさんもそうですけど、福祉業をやったことない方が参入してくってくれることが一つと、障害者に、浴場するっていうフェチ層っていうのが一定数いて、だから障害者を恋愛対象として求めてくるっていう層がいるんで、その人たちがやっぱ恋人探し感覚で来るっていう
ホスピリタリティとか言うんじゃなくてっていうので、したいっていうのはすごく驚かされますね。まあ、人間としては変わらないと思ってるので、障害者の人だからこうとか、健常者だからこうとかっていうのはあんまり、これは難しいとかっていうのはあんまり感じないです。いろんな価値観があるから、そらこんなことはしてはいけないっておっしゃる方はいますし、でも全然それが悪いことやとは、サービスを受けたいって言ってくれてる人の希望を叶えることが私たちは仕事なんで。脳性麻痺だから全くそういう感情がない、病気だからそういう感情がないじゃないと思ってるので、こういうものが当たり前のようにみんなが利用できるようになればいいのかなって。ずっと先になるかもしれないけども、そんな障害と性なんて当たり前のこと言ってるんじゃないよみたいに言われたいなと思ってるんですけど。自分はこの呼吸機能障害と双極性障害っていって精神の障害もありますんで、そういう恋の機会とか出会いの場がほとんどないので、やっぱり人肌が寂しくなって家に来てるのはヘルパーさんたちですからそういうのもちろん禁止なんで、はい。最初は利用したことはなかったんで、不安があるかっていうと、コニーさんが来てくれるって分かってるんでその辺のもう安心感はありました。自分の場合は結構オープンで言えてる方なんですけど、中には言いづらかったりとか、もう小さい頃から性のことに関しても周りがブロックしちゃってて、なかなか自分から発信できなかったりっていう状況があるみたいですので、知っててもその一歩が踏み出せてない方もいると思うので、需要自体はもう多分めちゃくちゃあると思いますね。で、これからもっと利用しやすい環境を作っていけば、いくらでも増えていくんじゃないかな。One thing I keep hearing from disabled people is that they don't even have a chance to meet someone in the first place, let alone dating or having a relationship. 自分ほら車椅子なので出会いがないよねっていう話は周りの男性とかとすることがあって、車椅子ユーザーの私とかが外に出るためにいろいろあるバリアがあって大変な思いをして出ていくんですけど、マイノリティの人たちにとってはいろいろと考えないといけないことはあるんじゃないかなと思いますね。こっちからも発信していかなくちゃいけないことなのかもしれませんね。早い段階で障害を持っている方が難しい。恋愛に限らず仕事にしても欲というか、でも障害者風俗に行く理由は全く何も感じないですね。障害者だからって分けられないのが一番いいなと思いますけどね。それこそ本当に体が脆いとか危険性が高いとかでナースの近くぐらいがないとお相手できないならともかく、ある程度の障害までだったら普通の風俗行ってるはずなんで、わざわざ別にするのもどうなのかと思うし、ただ障害があるから自信がなくて普通の風俗行っちゃいけないと思ってる人が、障害者向けだったら行っていいんだという安心感で行けるってあるんだったらってからあると思うんで、っていう事情はあると思うしっていう難しいところですけど。で、聞いたんですよ。普通のお店でも全然大丈夫じゃないですかって言ったら、やはり障害者相手にしてくれる人たちの方が優しい扱いをしてくれるとは言ってましたね。やはりちょっと障害があるっていうだけで、もう相手の女性が敬遠しちゃう。それで気持ち的にちょっと嫌な気持ちになってしまったとは言ってました。介護の知識とかをめちゃくちゃいるわけではないと思うんですけど、もうほんまにその目の前の人がどういうことをしたいと思っててとか、そっちの方が大事なような気がしてて、で、そういう介護的なサービス、車椅子からベッドに移動してもらうとかっていうのが必要なのであれば、そこはヘルパーさんのお力を借りたらいいのかなって思うんですよね。そう、女の子が全部何でもできるのがいいってわけじゃないなと思ってて、かといってもう、その人がエッチなことをしたいっていうのをいろんな人に言わないとできないっていうのもね、やっぱりプライベートなことだから。家族だとかヘルパーさんだとかの目をすごく気にしているので、受けたいんだけど
ちょっとどう思われるか心配っていう、普通の人よりそこが一つハードルが上がっちゃってるところですかね。自分の意思だけでは軽く利用できないっていう。ゆくゆくはその一般の風俗店さんにも身体障害の方だったらサービスできますし、知的障害の方だったらこういうお声掛けも結構有効だったりするんですとか、もう本当に需要ってそれぞれだから完全にマニュアル化するって絶対無理なんですけど、でもこういう関わり方ができますよみたいなご提案として一般の風俗店さんにも持っていけるようになったらいいなと思ってるんですけど。やっぱりこのサービスは必要だと。なくてはならないと思ってますね。やっぱお客さんのその感想というか声も聞いても、会ってくれて助かってますっていう声はすごく利用者さんから多く受け取れるので、うちが珍しくなくなることが最終目的なので、社会認知度完全に定着っていうのが望んでるところですかね。人間の三大欲求の一つなんで、そこを解消できるっていうセクションは本当に必要なんじゃないかなと思ってるので、障害があろうがなかろうが